元気ですか、元気があれば何でもできる実況アナウンサーの鍵野貴彦です。今回も岩間の技紹介ということで、太田愛希修練道場追肘道場よりお届けいたします。解説は追肘照夫師範です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて今回はですね、3強の表なんですけど、3強の表のポイントは何でしょうか。3強の表はですね、相手が逃げる隙を一つも与えない、で技を完結させる、そこがポイントになりますね。なるほど、でそのあたりをじっくりとですね、見ていただきたいと思います。さあそれでは早速お届けいたしましょう。こんにちは。今回は3強の表を紹介いたします。じゃあ始めさせていただきます。お願いします。まずは正面打ちから。でここのところですね。この足が浅いと相手は逃げられますからね、逃げられちゃうんで、この足をしっかり相手がもうなんていうんですかね、これ起き上がってこれないところのバランスを崩して、ここまで大きく入らないとダメですね。でここで肩を突っ込んで、これ3強に掴みます。こうですね。3強に掴んだらこの手を胸へくっつけます。胸につけたらこの相手の手が自分の胸と90度、これを維持するようにして当て身を入れます。当て身を入れながら効かしていきます。で前板が入ったらこの手を下げながらこの腕の前に自分の体を移動します。で上から持った肘と前足、これを後ろへ下げながらこうですね。これで逃げないで、逃げるタイミングが一つでもあったら技になりません。でこうですね、こぎ上げるようにいきますね。こぎ上げるように、3強、今3強で持ってますけど、また3強に持ち帰るんですね。3強に持ち帰ります。このまま3強で効かしたまま肘に手をあてがって頭の方へぐーっと、この手はしっかり伸ばさないとやられちゃいますよ。この手が曲がってたりすると相手の方が力が強くなりますからね。この手をしっかり伸ばすってことですね。この足はしっかりでかくガシッ、肩を突っ込んでくっつけて当て身を入れながら前に出ていきます。でこの時に相手の胸と自分の胸が向かい合うように前に出ていくんです。こうですね。ぐーっと胸と胸を向かい合わせように前に出ていく。でそしたらこの手を下げる、こう効かしてるんですよ。3強に効かしてといって、このままぐっと下げてきて相手の腕の前で上から肘を掴んだら前の足を後ろに引くのと同時に引っ張るですね。手の方も引っ張ります。これ3強、こぎ上げるように3強に持ち帰る、3強から3強に持ち帰るですね。肘に手を当てがって頭の方へグッと、1強でも2強でも3強でもね、1強と同じように最初は入っていきます。4強でもそうですけどね、ここまでは1強と同じです。入り方ね、掴み方も同じです。でずーっとへその下へ持ってきて、今度腰の回転が入る、で次これは1強はこれドンと腰をぶつけて倒すんですけどね、これは3強は倒す手前でやめておきます。同じように腰をぶつけて入っていきますけど、倒す手前でやめておく。で肩を突っ込むですね。で胸につけて、まだ逃げれないですよ。逃げる間はないです。逃げよったって逃げれない。でここもこれ当て身が入って3強に入れ替わるまでは逃げられちゃいけないんですね。逃げれちゃいけない。でさだこの瞬間に3強に切り替わりましたから、まず3強で逃げれなくなる。
で胸と胸が向かい合うにぐーっと機械していきます。でここでこの手を下げてですか、ここでも逃げれないようにガチッと押さえる。この股を使ってねガチッと押さえる。こぎ上げるように3強を持ち替えます。でここでお腹の力で、ね、次は今の動作を一連の動きでやってみます。アッ今この正面打ちの3球やりましたけど、片手でも片手、肘、肩、胸取りでも全て同じ基本の動作が一つできていれば、全部の動作にそれを移行するだけで技として成り立っていきますので、ぜひ一つ身につけてみてください。はい、じゃあここからお願いします。片手からやってみますね。片手から一挙ができれば全て3挙まで進んでいきますからね。ここもしっかりガッ、こんなに大きくったって別にいいですね。相手が崩れればね、グッ、これ立って押さえるときはこうです、ね、これ3強に押さえて膝で頭の上を押していきます。これは立って押さえてるんですね。でこれしっかり大きく出して相手をがっちり崩してください、ね、これでね立ち上がれない、ちょっと起きてみてください。でがっちりこれで押さえて、これで相手も崩れてればいいです、ね、起き上がれるような姿勢が取れるようじゃまだダメです。こうやって起き上がる、ね、しっかり崩れるとね、これさえできないです。これで起き上がることさえバランスが崩れててね、だからここまで崩すことですね、大きく。相手の胸と私の胸と相手の胸が向き合うように前に出ている。これも立って押さえますから、ぐっと3強に効かしておいて、膝で頭の方へ押さえます。はい、次肩取り。はい。肩取りは肩をしっかり使って、一強と同じですね、ここまでね。これもしっかりガシッと。こぎ上げるようですね。
でしっかり握るってことですね。握る力が弱いとね、3キロ効きませんからね。子供クラスの子なんかなかなか3キロ効かせづらいんですけどね、この形でね、しっかり手のひらも使って握るってことですね。ガッガッね、これがこんなことになっていると取っていきませんからね、全部手のひら使って握ってグッと効かすってことですね。あとは胸取り、この握りもしっかり持つんですね。相手が何か叩けたり蹴れたりしちゃいけませんからね。前回も言ってますけど、これ握りが弱かったら意味がないです。この人が弱いってことですから、握りが弱いってこと。弱い人に技は必要ないですね。これ後ろの肘も届かない、ね、蹴りが効くんですね。蹴りもできない、ね、パンチも届かない、ね、こんなしっかり完璧に持たれたら技をかけるしかないってことですね。胸使うんですね。胸使って返す。しっかり崩す。肩に入れ替える。肩を入れ替える。これはしっかり胸につける。で、当て身を入れる。当て身を入れながら効かしていきます。この握りも弱かったらね、握りが弱かったら効きませんからね。よし、胸くっつけて、相手の腕の前へ移動する。上から肘を掴んで、ね、足と一緒に後ろへ引く。こぎ上げるように3キロ持ち帰る。はい、これ一通りですね。胸取り、片手から始まって胸取りまで一連の技になっていきます。はい、これはね、一つしっかり身につけるようにしてみてください。よろしくお願いします。ということで、今回は3強の表をですね、実際にやって、いただきました。どうもありがとうございました。どうですか、改めてやって、その比嘉さんというね、非常にパワーのある方なんですよ。受け取ってる方がね、日本人とそのブラジルのですね、ハーフの方なんですが、すっごい力持ちですよね。あの方相手にやっていただきましたが、結構その比嘉さんも悲鳴を上げてました。そのあたりも含めてですね、追肘師範にはですね、ちょっとまとめをお願いしたく思うんですけども、いかがでございましょうかね。稽古をたくさんやって、その角度、それから聞く、そのポイント、その辺をしっかり自分のものにしていくってことが、大切なことじゃないかと思いますね。そうですね、日々研鑽とそうですね、いうことになってくるんでしょうね。ということでお伝えいたしました3強の表、岩間の技3強の表、解説は追肘照夫師範でした。どうもありがとうございました。それではこの辺りで太田修練道場よりお別れです。ごきげんよう、さよなら。さよなら。元気ですか？元気があれば何でもできる。元気があれば発信もできます。実況アナウンサー柿野貴彦です。よろしくお願いいたします。バカさー